今週のテーマは15分でできる簡単おかず。寒さの中にもようやく春の気配が感じられる季節になりましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。今週は15分でできる簡単おかずをご紹介。仕事で帰りが遅くなった時でも気軽に作れるメニューが盛りだくさん。忙しい時こそ笑顔で楽しく過ごしていこう。このチャンネルでは料理上手になるための美味しくなるコツやポイントをまとめています。ぜひ最後までご覧ください。月曜日はとろーりチーズと大葉の肉巻き。今日は我が家の大人気メニューをパパッと作ります。大葉は軸を切り落とし、スライスチーズは半分に切ります。チーズはカルシウムを効率的に補給でき、体内への吸収率が高いと言われています。豚バラ肉を広げ、大葉とスライスチーズを乗せてくるくると巻いていきます。フライパンに巻き終わりを下にして並べていきます。こうすることで巻いたお肉がほどけてしまうのを防ぐことができます。コロコロ転がしながらこんがり焼き目をつけるように炒めていきます。お肉に火が通ったら塩コショウを振ってとろーりチーズと大葉の肉巻きの完成です。とろりととろけたチーズと大葉を一緒に巻いた肉巻きは食卓に出すと一瞬でなくなってしまう我が家の大人気メニュー。香ばしく焼いた豚巻きは食欲をそそります。コロコロとしたおかずは子供でも食べやすく、最後まで喜んで食べてくれました。今週もパパッと美味しい晩ご飯でスタートです。火曜日は鶏胸肉と豆苗のニンニク炒め。今日は家計に優しい豆苗と鶏胸肉を使ったコスパ抜群の節約おかずを作ります。豆苗は根元を切り落とし半分に切ります。ニンニクは薄切りにします。鶏胸肉は表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取り、繊維を断つようにしてそぎ切りにします。硬い印象のある鶏胸肉ですが、繊維を断つように切ってあげると柔らかく仕上がります。フライパンにごま油、にんにく、鷹の爪輪切りを入れて弱火で炒めていきます。香りが立ってきたら鶏胸肉を並べ中火で炒めます。鶏胸肉は脂肪が少なく、鶏もも肉と比べて低カロリー、あっさりとした味わいなのでさっぱりといただきます。鶏胸肉の表面がきつね色になってきたら酒大さじ1を加え、蓋をして蒸し焼きにしていきます。鶏胸肉に火が通ったら塩コショウを振ります。最後に豆苗とレモン汁を加えさっと炒めたら鶏胸肉と豆苗のニンニク炒めの出来上がり。今日は家計に優しい豆苗と鶏胸肉を使ったコスパ抜群の節約おかず。豆苗の彩りが食卓を華やかにしてくれます。ニンニクの香りとレモンの爽やかな香りが絶妙なバランス。さっぱりとしているのに満足感がありますので、
ヘルシーなおかずを食べたい人にもおすすめです。水曜日はナスとひき肉の味噌炒め。今日はご飯が進む簡単おかずを作ります。ナスは乱切りにして水にさらします。ナスの紫色の皮にはアントシアニンの一種であるナスニンが含まれており、抗がん作用や老化防止効果に期待できると言われています。ピーマンはヘタと種を取り、食べやすい大きさに切ります。ピーマンにも体に嬉しい栄養素がたっぷり。体の調子を整えてくれるビタミン類が豊富で、香り成分であるピラジンには血液サラサラ効果があると言われています。フライパンに少し多めのごま油を熱し、ナスを炒めていきます。ナスがしんなりしてきたら、豚ひき肉をパック形状のまま焼き付けるように炒めていきます。炒めている間に味噌だれを作ります。味噌大さじ 1.5、酒大さじ 1.5、砂糖大さじ1、醤油大さじ1/2、豆板醤小さじ1/2、すりおろし生姜1かけ分、すりおろしにんにく1かけ分、片栗粉大さじ1/2、水大さじ1を合わせておきます。こんがり焼き目がついたら、豚ひき肉をほぐしながら炒め、ピーマンを加えてさっと炒めていきます。合わせておいた A を加えて全体を炒め合わせたら完成です。炒めるだけでパパッと作れる簡単おかずは、仕事で帰りが遅くなった日の晩ご飯に最適。香ばしい味噌の香りでご飯が進みます。息子はピーマンが少し苦手なよう、少しずつ食べられるようになってくれたらいいなと思っています。木曜日はふっくらホッケ焼き。今日はホッケの干物を使ってフライパンでお手軽に焼いていこうと思います。ホッケの表面についている水分をキッチンペーパーで拭き取ります。フライパンにクッキングシートを敷き、ホッケの皮目を下にして並べ、弱めの中火で約6分間焼いていきます。その間に大根おろしを作っておこうと思います。大根は皮を剥いてすりおろし、軽く水気を切っておきます。今日のホッケですが、カルシウムの含有量は魚の中でもトップクラスと言われており、サンマやアジに比べると2倍以上も含まれています。皮に焼き目がついてきました。酒大さじ1を加え、蓋をして弱火で4分蒸し焼きにしていきます。酒を振って蒸し焼きにすることで、ホッケの身がパサつかずにしっとりと仕上げることができます。クッキングシートを使えばグリルを汚さずに作れてとっても便利。洗い物も少なく、後片付けも楽ちんです。クッキングシートは紙製品のため、使用法やお使いのシートの種類によってはシートが燃えてしまう可能性がありますのでお気をつけください。脂のりの良いジューシーなホッケに大根おろしを添えてあげれば立派な和食献立に。ふっくら美味しそうに焼けました。ホッケ焼きはお酒にも合うので晩酌のお供にもおすすめです。今日も美味しく
健康的に過ごすことができました。金曜日はピーマンの肉詰めの和風煮。今日は水曜日に使ったピーマンが残っていたので、豚ひき肉を使って肉詰めを作っていこうと思います。ピーマンはヘタと種を取り半分に切ります。長ネギはみじん切りにします。ボウルに豚ひき肉 200g、 長ネギみじん切り1/2本分、片栗粉大さじ1、塩コショウ少々、すりおろし生姜1かけ分を合わせて粘り気が出るまでこねます。ピーマンに肉ダネを詰めます。フライパンに和風顆粒だし小さじ1、水 150ml、醤油大さじ1、酒大さじ1、みりん大さじ1を煮立て、ピーマンの肉詰めを並べ、蓋をして弱めの中火で10分煮ていきます。裏返してだしをたっぷりと吸わせてあげよう。今週最終日もパパッと晩ご飯の完成です。だしをたっぷりと吸ったピーマンの肉詰めは心和む味わい。ピーマンに肉詰めして10分煮込むだけなのでとっても楽ちん。パパッと作れるので平日の晩ご飯にはもちろん、作り置きおかずにもおすすめです。今週は15分でできる簡単おかずで笑顔で楽しく過ごすことができました。次回は頑張らない晩ご飯おかずをご紹介します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン励みになっています。いつも本当にありがとうございます。皆様の食卓に笑顔があふれますように。